はぁ、鏡を見るたびに思うのよね。私って縄文顔？弥生顔？って、学校で習った縄文人と弥生人の根血って話、単純すぎて逆に怪しいわ。お、弥生さんもついに自分のルーツに興味が湧いてきたか？何よその言い方。でも最近、歴史の教科書も変わってるって聞くじゃない？そうなんだぜ。実はここ数年で、日本人の起源に関する研究は、革命的な進歩を遂げているんだ。教科書レベルの話が覆りそうだぜ。覆るってどういうこと？縄文と弥生が混ざったんじゃないの？もちろん混ざってはいるんだが、その混ざり方、と回数、が、これまでの常識とは全く違う可能性が出てきているんだぜ。気になるわね。詳しく教えてくれない？よし、じゃあ今回は最新の DNA 研究が明らかにした日本人の3つの起源、と、二重構造、vs 三重構造、論争について、じっくり解説するぜ。まず、今回の解説の主役となる3つの重要な研究論文を紹介するぜ。1つ目は1991年、萩原和郎博士による二重構造モデルの論文。2つ目は2021年、クックラが発表した三重構造モデルの論文。そして3つ目は2024年から2025年、木村が発表した最新の未成分を持つ二重構造モデル、だ。20から30になって、また20に戻ったの？そこが面白いところなんだぜ。科学っていうのは行ったり来たりして真実に近づいていくんだ。なるほどね。でも、三重構造って何が増えたの？それを理解するには、まず我々の DNA の中にいる3つの祖先集団について知る必要があるな。さて、次は3つの祖先集団についてだぜ。今までは縄文と弥生の2つだと思ってたけど、遺伝学的には、もっと細かく分類できることが分かったんだ。現代日本人のゲノムを構成するのは、次の3つの要素だと言われている。1つ目は縄文系集団。日本列島に古くから住んでいた人々だ。2つ目は北東アジア系集団。3つ目は東アジア系集団、だ。待って、北東アジアと東アジアって違う人たちなの？ここが重要なんだ。遺伝的には明確に区別できるんだぜ。北東アジア系っていうのは、アムール川流域やバイカル湖周辺に住んでいた人たちの遺伝子に近い。かなり北の方ね。ロシアとかモンゴルのあたり？そうだ。寒冷地に適応した人たちだな。一方で、東アジア系っていうのは、中国の黄河流域や、現代の漢民族に典型的な遺伝子を持つ集団だ。なるほど、北の狩猟、遊牧系と、中国の農耕、文明系って感じ？ざっくり言うとそんなイメージだ。日本人には、この3つの成分が全部入っていることがわかっている。でも、昔はそんな区別なかったわよね？ああ。昔は大陸から来た人をまとめて渡来人と呼んでいたからな。だが DNA 解析の技術が上がって、渡来人の中身を分解できるようになってしまったんだ。科学の進歩って怖いわね。ごまかしが効かないじゃない。だからこそ、歴史の書き換えが起きているんだぜ。では、歴史の流れに沿って解説しよう。まずは定説だった二重構造モデル。これは1991年に萩原和郎先生が提唱した、超有名な説だぜ。名前は聞いたことあるかも。この説では、日本人の形成をシンプルにこう説明した。東南アジア由来の縄文人、というベースの集団がいました。そこに、弥生時代以降、北東アジア由来の渡来人、が大量にやってきました。彼らが根結して、今の日本人が出来上がりました。以上。わかりやすい。これぞ私が知ってる歴史よ。萩原先生は、頭の骨の形や歯の大きさなどを分析して、この結論を導き出したんだ。特に、縄文人は東南アジアの古い層、スンダドンと、に似ていて、渡来人は寒冷地適応した北アジアの特徴、シノドンと、思っていると指摘したんだぜ。骨の形でそこまでわかるのね。この説のポイントは、渡来人は一つの大きなグループ、として扱われていた点だ。北東アジアも中国もひっくるめて、大陸から来た人たち、という認識だったんだな。まあ、細かい出身地までは骨だけじゃわからないものね。そう。長らくこれが定説として日本の人類学を支えてきた。しかし、2021年、その定説に待ったをかける衝撃の論文が発表されたんだ。ここからが本題だぜ。2021年、アイルランドなどの国際チームクックらが発表した論文だ。彼らは古代日本人の骨から DNA を抽出し、ゲノム解析を行った。ついに DNA の出番ね。何がわかったの？驚くべきことに、日本人の成立には3段階の波があったと主張したんだ。3段階？ 1 回じゃないの？これが三重構造モデルだ。順を追って説明するぞ。第1段階。縄文人が日本列島に住んでいた。ここは同じ。第2段階。弥生時代。
ここでやってきたのは、北東アジア系の人々だ。彼らが水田稲作をもたらし、縄文人と混血して弥生人になった。ふむふむ。ここまでは二重構造モデルと似てるわね。問題はここからだ。第3段階。古墳時代3世紀から6世紀頃、ここで新たに、東アジア系の集団が大量に渡来してきたというんだ。古墳時代にまた別の人が来たの？そう。クックらの解析によると、弥生人の DNA には東アジア系の成分がほとんどなく、逆に古墳人の DNA には、東アジア系の成分がドバッと増えていたんだ。それってつまり、弥生人と古墳人は別人ってこと？遺伝的にはかなり違う、という結果が出たんだよ。つまり、現代日本人は、縄文、プラス、北東アジア、弥生、プラス、東アジア、古墳、の3つのブレンドだという説だ。ちょっと待ってよ。じゃあ私たちが教わった弥生人が稲作と文明を持ってきた。っていうのは嘘で、本当の文明化は古墳時代だったの？クックらの論文はそう示唆していた。弥生時代の渡来は北東アジア系、古墳時代に漢民族系が来た、とね。インパクト強すぎでしょ。ニュースにならなかった？なったぜ。日本人のルーツは3段階、って大々的に報じられた。だがな、弥生さん。この説には、ある致命的な弱点があったんだ。弱点？ DNA 解析なら間違いないんじゃないの？科学ではどんなサンプルを使ったか、が命なんだ。クックらが解析に使った弥生人の骨は、たったの2体。2体？それだけで日本全体のこと決めたの？しかも、その2体が出土したのは長崎県の下本山岩影遺跡、という場所だ。ここは、いわゆる西北九州タイプ、と呼ばれる弥生人の遺跡なんだ。西北九州タイプ？普通の弥生人と違うの？全然違うんだぜ。骨の形が、めちゃくちゃ縄文人に似てるグループなんだ。弥生時代なのに縄文っぽい？どういうこと？九州の北西部は、大陸に近いけど地形が険しくて、古い縄文系の集団が長く残っていた地域なんだ。一方で、福岡や山口の平野部には背が高くて顔の長い、いわゆる渡来系弥生人が住んでいた。つまりクックさんは、田舎の縄文系に近い弥生人を解析してしまったってこと？その可能性が高い。実際、下本山遺跡の DNA は縄文成分が 60% もあったんだ。弥生人には東アジア成分がない。と言ったけど、それはその弥生人が特殊だっただけかも。うわぁ、サンプリングのバイアスって怖いわね。そう。だから日本の研究者たちはもっと主流派の弥生人を調べないと結論は出せない、と考えていたんだ。そこで登場するのが、今回のメイン、2025年の最新論文、木村による研究だぜ。彼らは、山口県の土井ヶ浜遺跡から出土した弥生人の骨を解析した。土井ヶ浜って有名なの？弥生時代の渡来系弥生人の代表格とされる、超メジャーな遺跡だ。背が高く、顔が面長で、いかにも大陸から来ました。って特徴を持った人たちだぜ。つまり、弥生人、ね。その人たちの DNA はどうだったの？結果は驚くべきものだった。土井ヶ浜弥生人の DNA には、縄文成分、北東アジア成分に加えて、東アジア成分もしっかり入っていたんだ。古墳時代を待たずに、もう入ってたの？そうなんだ。土井ヶ浜弥生人は、古墳人や現代日本人とほぼ同じ遺伝子構成をしていたんだ。じゃあ、クックさんの古墳時代に新勢力が来た、説は、少なくとも弥生人には東アジア成分がなかった、という前提は崩れたことになるな。弥生時代の時点で、すでに北東アジアと東アジアの両方の遺伝子を持つ人が来ていたんだ。なるほどね。サンプルを変えたら麻薬の結果が出ちゃったわけか。木村の研究は、土井ヶ浜個体が現代日本人や古墳人と遺伝的に非常に近いことを証明した。つまり、現代日本人の遺伝的ベースは弥生時代にほぼ完成していたということになる。でも古墳さん、ちょっと疑問があるわ。北東アジア成分と東アジア成分は別々の人たちが運んできたの？いい質問だぜ弥生さん。それこそが三重構造か二重構造かの分かれ道だ。三重構造説は第一波北東が来て、後から第二波東が来たと考えた。でも木村の最新研究は別の可能性を示唆している。それは大陸ですでに混ざっていたという説だ。どういうこと？日本に来る前の朝鮮半島で、すでに北東アジア系と東アジア系が混血していたとしたら、そのハイブリッドな人々が日本に渡ってきたなら、渡来の波は1回で済むだろ？ああ、なるほど。成分は3つだけど、動きとしては2グループの衝突でいいわけね。その通り。実際、現代の韓国人や古代の朝鮮半島の人々の DNA を見ると、
北東アジア成分と東アジア成分の両方を持っているんだ。そして、土井が浜弥生人は現代の韓国人に最も遺伝的に近いという結果が出た。つまり、朝鮮半島から来た人たちが稲作と一緒に、二つの大陸成分をまとめて持ってきたってことね。そう。だから木村は三重構造三段階のトライではなく、縄文、プラス大陸、朝鮮半島、系の二重構造モデルが最もデータに適合すると結論付けたんだ。一周回って二重構造に戻った。でも中身はだいぶ詳しくなったわね。萩原先生の直感は正しかったわけだ。ただし、渡来人のルーツがより具体的になったのが、新二重。なるほどね。新二重構造、で決着がついた感じと言いたいところだが、科学の世界はそう甘くないんだぜ。実は木村の論文が出る直前の2024年、もう一つの衝撃的な研究が発表されているんだ。まだあるの？もうお腹いっぱいよ。これが最後だ。理化学研究所のリューラが発表した現代日本人3200人の全ゲノム解析だ。ここからが現代ゲノムが支持する3系統説。キムやクックは古代の骨を調べたが、リューラは生きている現代日本人を大規模に調べたんだ。3200人ってすごい数ね。何がわかったの？彼らがスーパーコンピュータで解析した結果、現代日本人の遺伝子は3つの祖先に分けるのが最適だった。3つ。ってことは、また三重構造に戻るの？わからない。リューラのモデルでは、1、縄文系、2、東北系、北東アジア系か。そして3、関西系、東アジア系、特に関西に多い漢民族系か、の3つが混ざり合っているとされた。さっきのキムさんの話と同じね。地域差はどうなの？ここが面白い点だ。3の東アジア系、漢民族に近い。成分は関西の人たちで特に比率が高かったんだ。関西は大陸の新しい文明の影響が強いの？そう解釈できるかもな。一方で、沖縄や九州の人は1の縄文成分が高く残っていた。2の北東アジア系は全体的に混ざっているが、関西は特に3の影響で上書きされた感じだな。現代人の DNA を詳しく見ると、北東アジア成分と東アジア成分はやっぱり別物として区別できるんだ。混ざってはいるけど、成分としては別々に残ってるってこと？その通り。さらにリューラは、地域による違いも明らかにしたぜ。沖縄の人は縄文成分が最も高く約 28.5%。次いで東北の人も縄文成分が高かった。一方で、関西や四国の人は東アジア成分漢民族に近いが高い傾向にあったんだ。関西と東北でルーツの濃さが違うのね。特に東北の遺伝的集団は、歴史書に出てくるエミシとの関係も示唆されているぜ。エミシ、アテ類とかの世界ね。そう。リューラの研究は、日本人が単一ではなく、地域ごとに複雑な3つのモザイクだと示したんだ。結局、どっちが正しいの？新20なの？ 30 なの？結論としては、成分は3つ、トライの波は議論中、というのが一番正確だろうな。私たちの体の中に縄文、北東アジア、東アジアの3つのルーツがあるのはほぼ確実だ。それが別々の波で来たのか30、混ざってから来たのか新20、今後の研究で、この混ざったタイミングがさらに解明されていくだろうぜ。どっちにしても、単純な縄文 VS 弥生じゃないことだけは確かね。よし、改めてまとめるぜ。最新の日本人の起源完全版はこうだ。1、奇想集団として縄文人がいた。沖縄や東北に濃く残る。2、大陸から北東アジア系と東アジア系の遺伝子を持つ人々が渡来した。3、彼らは朝鮮半島ですでに混血、もしくは波状的にやってきて、日本列島で複雑に混ざり合った。4、その結果、現代日本人は3つの祖先系統を持つハイブリッド民族になった。おまけだが、リューラの研究ではデニソワ人由来の遺伝子も私たちの中に見つかっているぜ。デニソワ人？もう何重構造なのかわからないわ。まとめよう。今回の結論、新二重構造モデルはこうだ。1、日本列島には縄文人がいた。2、弥生時代に朝鮮半島から渡来人がやってきた。3、その渡来人は大陸ですでに北東アジア系と東アジア系が混血した集団だった。4、彼らが縄文人と混血し、現代日本人のベースができた。すごくスッキリしたわ。古墳時代に別人が大量に来たわけじゃなかったのね。もちろん、古墳時代にも渡来は続いていただろうが、遺伝子を塗り替えるほどの大移動が古墳時代に起きたわけではない、というのが今の有力な説だな。土井が浜弥生人の解析が、歴史のミッシングリンクを埋めた形になるぜ。
いやー、面白かったわ。私たちの顔や体質の中に、そんな壮大な旅の記録があるなんて。ああ。北の寒さに耐えた遺伝子と、南の海を渡った遺伝子と、黄河の文明を築いた遺伝子。それらが全部混ざって、日本人、ができているんだ。鏡を見るのがちょっと楽しくなりそう。ここは縄文かなとか、ここは北東アジアかなとか、ちなみに弥生さんは、お菓子の食べ過ぎですぐ太るから縄文系の遺伝子が強いかもな。ちょっと、縄文人は肥満じゃないわよ。冗談だぜ。でも、自分のルーツを知ることは自分を知ることにつながる。これからも新しい発見があったら解説していくからな。期待してるわ。今日はありがとう、古墳さん。おう。最後まで見てくれてありがとうだぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。